村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。あれ、今日は兄ちゃんから卒業式に出るから来いって言われたんだけど、あの人先生だったっけ？教員免許もなんもないよね。あれかな、ドラム叩くのかな。でもそんなこと言ったら卒業生の言葉が始まる。いつ出てくるんだろう。初めて門をくぐった4月、不安と期待で胸がいっぱいでした。あれ先生方やあれ先輩の手に引かれ必死についていきました。あれ、兄ちゃんって学生？私たちはこの英会話教室を卒業します英会話教室かよ卒業式ないから、英会話教室にあんなの本当にモチベ最初だけだからね、あれ。もうるせえぞよお前ちょっとうるせえぞ。あれ、終わったの？卒業式の言葉、卒業生の言葉うるさいんだよ。いや、何の卒業式なんだよ、こんなもん。こっちも泣きそうになってんだからお前英会話教室その週1ぐらいでしょまあうるせえよお前こっちが環境余ってんのに。英会話教室の卒業式とかいいから何しに来たんだよ。掛け声でも教えてもらいに来たら、なんで卒業式に出てんの？しかも英会話教室に時期が時期だからちょっと勘ぐっちゃったじゃないか。お前が来たってことは母音か。母音だよ。おお、じゃあ今日もな英会話で母音をあれしてきたんでしょ。おお、じゃあそれ教えてやるよ。英会話で鍛えた母音を。オッケー、カモン。今日も母音で教えるから耳を澄ませて聞けよ。はい。じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。オンオオイイあイオンオオイイあイ。分かったな。これで番組勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるんじゃないか。お前3秒以内にさっきの掛け声を叫ぶんだ。いや、これにしか聞こえない。ホットコーヒー苦いファイヤーマサラカスパイヤーマサラカ飲みすぎいや飲んでないんだよ。スパイヤーマサラカスパイヤーのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイヤーボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイヤーのバサラカをお送りしていきます。はい。マジでホットコーヒー苦いしか聞こえないいやでも、いいところは言ってるかもしれない。 Don't worry be happy なんかなんだろう、なんか惜しい。惜しかった。ホットコーヒーのね、やっぱ日本語じゃない感じっていうかね英語のDon't worry be happy なんかだから韻は踏んでるちゃんと。そっちできたか。ここのパターンもあるのね。だって英会話教室だった。ああ、もうそういうことか。あれか、ちゃんとドラマの中にいないといけないのか。なんかやってんだよお前毎回そうだよ。いや、31回目らしいですけどすごいねということで、3月1日なんですよ。3月1日に31回目なんだ。あ、すごいね。すごくない？しかも俺の誕生日31日。それは知らんけどそれはどっちでもいいのメッセージもいただいておりますよ。行ってみましょう。ラジオネーム花さん。はい、ありがとうございます。あれですね、先日リンキンパーク来日公演にお二人とも行かれてましたね。はい、行きました。スパイさんにとってはいろんな思いが駆け巡ったのではないでしょうか。語ってください。 PS 陽介さんがオーディションでリンキンパークを歌ったのはどの曲なのでしょう、ということで。そうだよね。ケンタは初日行ってたよね。初日行った。それね、初日行きたかった。あ、そうなんだ。2曲目クローリングやってたでしょ。やってた。2日目やんなかった。違うんだ。そう。へえ、そうなんだ。そう、ちょっと変わってる。あ、ちょっと変わってんだね。ちょっと変わってた。はあ。でもなんか2日目の方が、イメージだよ。1日目はやっぱりエイミーさんだっけ。エミリーか、がやっぱ序盤抑えてたの。だいぶ抑えて歌ってて、なるほどと思ってでもう中盤からはね、もう爆発してたけど、いや2日目もそうだったよ。エミリー最初多分テンション上がってないよね、テンション。
ニューディバイドとか、バーンイットダウンぐらいまで、結構なんかテンション低いなって感じだった。あ、そうなんだからそういう人なんだろうね、多分そういう人、もともと別にそのうわーってなる人じゃないっていうか、だから後半もそんなね、なんか後ろのメンバー、もともといたメンバーの方が弾けてたもんねいや俺ね、一番感動したのは、マイク篠田が生き生きしてる、いやもうね、それについては言わせて、俺はねハーン、あの人ね、当時確かにライブで笑わなかったの、もうずっとつまんなそうだったの、職人みたいな感じだったもんね。そうで、どのライブ映像を見てもライブに行ってもずっとつまんなそうなわけ、ずっともう座って、ポン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 押して、でなんかスクラッチしてみたいな、もうずっとなんか笑わずにみたいな、めっちゃ笑ってると思って、今回めっちゃ生き生きしてると思って。途中でさドラムとセッションもあったじゃん、あったあの時かっこよかったよね。かっこよかった。ドラムも変わってんだよね。そう、あとやっぱさキーが上がってるじゃん、エミリーにあれして、そうだね。だからマイク篠田のさ声がさバカ通るんだよ、通る。やっぱねすごい良かったよね。確かにね、言ってよかったなと思うわ。言ってよかった。なんかちょっと感じたよね、俺らってこう見られてんだな。あ、そうだね。だからすごい頑張れって思っちゃう。そうで、あとねやっぱありがとうって思ったな。そうだね、曲が死んでないことに。そうだよね。またあなたたちを見れたことがすごく嬉しいですっていう気持ちになった。やっぱねいるのよ。俺も隣で見てたやつがもうチェスター I miss you 分かったの。それみんな思ってるよ。お前は今リンキンパークのライブにいるんだみたいな。そうだね。リンキンパークの音を今生で俺たちは聞いてるんだ。そうなんだよ。この状況素晴らしくないかみたいな。そうだって聞けなかったからね、解散してたら。だからライブなんて二度といけるなんて思ってなかった。いや本当そうなんだよ。めちゃめちゃだからそれは感じたな。あ、こういう多分スパイのファンのみんなも感覚だったんだなっていう。ちょっとはあるだろうなって。だからね、まだ1回しか見てない、1回見ただけであんだけさ、そうだね、完成度も高かったしね、こうなっちゃったから、やっぱなんだろう、楽しんで頑張っていこうみたいな風に思ったもん。いやそうだね、すごい良かった。もうペーパーカットやったよね。ペーパーカットやったよ。俺さ手前でさ、なんかこう全くペーパーカットをやんないんだろうなって思ってたの。俺1曲目だと思ってたの正直。でなんかちょっところどころにペーパーカットの入れれそうなとこあったよ。そう、あれ次かで来なくて、これもやんないなって思って、なんかアンコールかなんかのね1曲目でね、俺久々に飛んだね。ウォーって言ったもん俺。でもね2日目はね、Lying from You メテオラに入ってる、あれをアンコールでやったの。あ、そうなんだ。そうそう。メテオラとかあの辺のアルバムは、いや結構だからそうだよね、あの辺のアルバム中心のセットリストだった。いや分かってんなって思った。分かってる。あとナムとインディエンド、音楽の教科書に載ってるんですかぐらいの大合唱。そうね、いや本当に本当にすごかった。ちょっとこれ止まんないね、やめようか。一回ね。ちなみに陽介が歌ったのはフェイントだから俺もうすぐさカバーとか上げたもん。ああなるほどね。あれちょうど多分本当にオーディションで歌った尺だったと思います。ああなるほどね。はい、ということでもうここまで話したということでリンキンパークをかけましょうか。いいですね。それではちょっと熱が冷めないうちにこちらをお聴きください。リンキンパークで Heavy is the Crown。 スパイエアのバサラカ。お送りした曲はリンキンパークで Heavy is the Crown でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話ですこのコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕たちは絶対あんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで、来ました。裸祭りさん。やすけさん、健太さん、こんばんは。こんばんは。これは友達が小学生高学年の時の話です。当時可愛い女子のリコーダーや体操服が盗まれる事件がクラスで発生しましたが、幸いなことに友達のリコーダーや体操服は無事でした。そんなある日のこと、彼女は学校で使用していたハサミをなくしてしまいました。自分のハサミも盗まれたと思った彼女は帰りの会で、先生、私もハサミを盗まれましたと手を挙げて発表したところ、なぜだか先生の反応やその場の空気が微妙だったそうです。
友達は腑に落ちない気持ちを抱えたまま家に帰り、そのことを母親に話しました。母親からは、ハサミは趣向が違うのよあんたがハサミをなくしたのはただだらしがないだけ、そのうち見つかるよ、と一蹴されました。ハサミは母親の言う通りすぐに見つかり、その時友達はただ単純に、お母さんの予知能力すごいなと感心していたそうです。それから数年後、少し大人になった友達は母親が言っていた思考が違うの意味を理解し、帰りの会で意気揚々とハサミがなくなったことを発表した自分の行動を思い出し、とても恥ずかしくなったそうです。きっと先生だけではなく、同級生の中にもすでに理解していた子もいますよね。ちなみにその時友達は学級委員長でした。余計に恥ずかしいです。これは恥ずかしいね。まあでもしょうがないね。その時代だったら思考が違うっていうことは、だからフェティッシュってこと。そう、フェティッシュが、いやわかんないよね。でも正直さ、ハサミフェティッシュな人もいるからね。包丁とかもあるじゃん。俺包丁めちゃくちゃこだわるんだよね。形、素材。それ包丁一人で見てニヤってしてる。ニヤニヤしてるやばい、だいぶやばいですねこのおじさん本当。じゃだからなんていうの、刃物だから俺日本刀とかの YouTube とかすげえ好きなわけ、あれを鉄から磨いてるやつとか。俺はあれが好きなの、包丁を研ぐ映像。あるね。あれとはまた違う、ちょっと違うんだよな。違うんだ。なんかあの形造形。いやだから、綺麗に研いでピッカピカになって。でもそれも好きだけど、物がシュッて切れるみたいな、あんま切れ味にフェティッシュは感じないんだよね。造形、この形、刃物の、こうなんていうの、切れるさ部位に行くにつれ細くなっていくじゃん。なるね。あの形細くなんないさ、パン切り包丁とか違う。俺好きじゃないね。あんま好きじゃないパン切り包丁。そうだから出刃包丁とかもあんま好きじゃないね。出刃包丁って何？魚のさ骨切るようなさ、こうぶっとい包丁。包丁重い。このぐらいのね。そう厚みになる。だから俺刺身包丁が一番好きなの。刺身包丁ってどんな？なんでよ細長いやつ。細長くてお寿司屋さんがこうネタを切るときに剣みたいなやつね。そう刀みたいな包丁ですよ。あれ刺身包丁なんだ。そうで、あれさ普通包丁ってさこうなんていうの、対称になってるじゃん。左右対称に。刺身包丁って片側がそうまっすぐで、で片側が刃物になってるのね。だからこう斜めに切れるの。あれ刃の入り方が斜めにいくから。でもそのなんかもう機能美よう考えたら日本人と。この空気すごいな。多分ねこれ全部カットだよ。もうこれ無駄な時間だよこれはまあでもそういう恥ずかしいねことっていうのはいっぱいあるんでね。まあしょうがないと思いますね。時期です。まあなんでもう一件いきます？はい、行きましょうか。じゃあ僕行きましょうか。はい、どうぞ。ラジオネーム砂肝さん、ありがとうございます。友達の話です。友達が高校生の頃、大学受験に向けて塾に通うことになりました。入塾のためさまざまな書類の提出依頼があり、友達は母親に書いてもらい塾に渡したところ、銀行口座の届け出印が違うと。だから月謝引き落としのための口座関係の書類が再提出となってしまいました。母親にその旨を伝え書類を渡したところ、ごめんこっちだった、ごめんと言って押したのが、サービスエリアや100円ショップなどで売っているハートマークの中に、名前が入ったスタンプでした下の名前が入ったスタンプでしたね。銀行の届け出印ってこんなんでいいのかと戸惑いつつ塾に提出したところ、と声に出して驚かれてしまいました。自分のせいじゃないのに恥ずかしくなってしまったそうです。ちなみにその数年後、その友達の弟も母親から同じことをされ、弟まで恥ずかしい思いをしてしまったそうです。あくまでも友達の話です。でもこれ本当に銀行印がこれだったってことでしょ。届け出印がこれだったんだろうね。それでだから通ったってことだね。銀行印って要はあれでしょ、そのさ口座作るとかなんかそういうのになった時のに提出してる印鑑だよね。だからハートの中に下の名前が入ってる。かわいいな。お母さんすごいな。お母さんすごいね。すごいわこれは。まあ確かに判別しやすいかもね。まあじゃあ判別しやでもあれ決まりないんだっけ？ないのかな。多分ないからこうなってんだよね。いいんだろうね。でもさ判別できてないのよお母さん。だって2回間違えてんだもん同じこと。毎回考えて銀行にこれを出してるはずがないと思って名字のハンコをしてるわけよ。帰りゃいいのに。銀行員帰ろよ。すぐ帰れるよ。弟まで恥ずかしい思いしちゃう。そうだよ、これは恥ずかしいよさすがに。
いやまあ可愛いですね、可愛いです。ということで、はいこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕たちは絶対あんたの話でしょうなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください、はい、皆さんが友達から聞いた話をお待ちしております、はい、それでは今日は、砂肝さんの友達の話からこちらを選曲しました、キューティーストリートで可愛いだけじゃダメですか。可愛いだけじゃダメなんだよ、ですよ銀行今スパイエアのバサラカ。お送りした曲はキューティーストリートで可愛いだけじゃダメですかでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、はい、今週もたくさんお悩み届いております、はい、行きましょう。どっちから行こうかな。じゃあラジオネームあきさん。あきさん、ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞いてます、今日は些細なことだけどバサラか悩んでることを聞いてください、はい、私は週末よく家族と買い物へ行きます、渋谷や表参道、ショッピングモールや商業施設など場所は様々です、基本は楽しく一緒に行動してますが、たまに一人でブラブラしたいなと思うこともあります、まあ人がたくさんいる場所で離れるのは心細いですよね。わかります、ですがコンビニの中までぴったりつきまとってくるのです。さすがにコンビニくらいは一人で見て選びたい、そして多分旦那は普通にしている行動、コンビニの中ではぴったりついてくるのもやめてほしい、これを傷つけるに伝えるには何と伝えればいいでしょうか、何かいい案あれば教えてください。はあ、なるほどね。ついてこないでっていうのが一番いいんじゃない？一人で行っていいって。どうしていや、コンビニぐらいいいじゃん。どうしてってじゃあどっか行ってないよって。どうしてってなる。別れたらいいんじゃないだから一人で行ってくるわって言えばいいんじゃない？ちょっと行ってくるわじゃなくて、ちょっと一人で行ってくるわって、多分一人でってつけたら、ちょっとトイレ行くからその辺で待ってて、そうそうとか、なんかこう回りくどいちょっと言い方をしてみるしかないよね。しかないね。これは大丈夫じゃないか、一人でってつけたりとか、まあやんわりそれしかないね、やんわり、ふんわり、回って、ちょっと遠回りして言ってみる、言ってみるのが一番だと思います。一番いいと思います、頑張ってください。頑張ってください。旦那さん頑張ってなんでよ続いて、ゆきさん。はい、健太さん、よろしくさん、こんにちは。いつもバサラが楽しく拝聴しています。相談があります。先日高校3年生の息子が、函館と札幌に修学旅行に卒業旅行に行ってきましたと。うちは神奈川県民なので雪の備えがなく、旅のためにいろいろ買い揃え、足元はドクターマーチンのブーツを買いました、雪も大丈夫だということですし、本人も気に入ったし、私も雪用の靴としてだけではなく、神奈川に戻ってもおしゃれに履けるなと思ったのです、なのになんか重いんだよねと言って、旅で履いたきり全然履こうとしません、結構いいお値段したんだけど履いてよと母は思うのですが、どうしたら履いてくれるでしょうか。おしゃれには目覚め始めておりますが、もしかしてあくまで雪用ブーツと思ってるのかな何かいい手があったら教えてください。どうしたらおしゃれに着こなしたいって思うようになりますかね。だってマーチンね、まあいいブーツですね。いいじゃん、でもまあマーチンは別にそんなすぐに履かなくてもね。雪用ブーツなんだあれ。雪用ブーツではないよ。あ、違うの。でもいいソール出すあれ。そうだよね、俺も最近買ったもんマーチン、いいブーツですよ。まあ重いけど、重いし最初だけだよ。でも履きづらいの、後から皮が柔らかくなってくるから、むしろ履きやすくなるんだよ、足にフィットして。そうだから、マーチンに合う洋服を探す。でもさ、それもさ、本人がこう思わないとやっぱ履けないじゃん。まあ大学1年はでもそうか、結構ね、ちょっとでもマーチン流行ったよね、大学1年ぐらいさ。高校卒業した。ごめん、陽介と俺14も離れてるからいやないでも、いやね、俺らの時はね、高校卒業したってさ、バンズに行くかマーチンに行くかみたいな。ちょうど俺らの時高校ぐらいじゃないかな。高校ぐらいの時にブーツがすごい流行ってた気がする。そっちか。まだでも大学行き始めたらそうなるんじゃない？周りが多分周りがおしゃれになっていくから、だからそういう時にだから、まあいつか履いてくれるし、マーチンってさ、そうずっと履くものだと思う、ずっと履けるよ。だって古着屋でも置いてるぐらいだから、それぐらい長く持つものだから、どっちかっていうと、だから早く履けと思わなくてもいいんじゃないか。思わなくていい。
マーチン買っといてよかったって思う日が来るから絶対、だからカビだけ生えないように、メンテナンスだけはまあ教えるなり、まあするなり。でもそんなに履いてないんだったら、風通しのいいところにね、とりあえずその直射日光の当たらないところに置いとけば多分大丈夫だとは思うんで。あと乾燥剤ね、乾燥剤入れて、だから履く日が来ると思います。気長に待ちましょうだねこれ。だから成人式とかもまだだもんね、まだじゃない。多分成人式の二次会とかで活躍するよ、多分マーチンはね。じゃああと2年あと2年待ってください。でもね、2年ぐらい全然待てるし、なんならその先10年絶対多分履けるものだから、待つかな。どっちみち絶対目覚める。大学行ったら確実に目覚める。やっぱりストックとしてそのブーツがあるっていうことが一個やっぱそのなんていうおしゃれの幅も広がってくると思うの。だから焦りすぎない。雪用ブーツって思ってないと思うよ。俺も思ってないと思う。でも多分またね、その大学行くかわかんないけど、大学に行くなり就職するなりしても、いずれまたそうやってさ、またこうね、ちょっとデートとかさ、こう遊びに行くみたいな時ってそういうさ、社会人だったらスーツかもしんないけど、なんかそういう服を着ない場面が絶対あるから、でその時にマーチンあったらちょっとスニーカーじゃ合わねえなみたいな時に、マーチンあるじゃんみたいな。だからマーチンの存在をちょっとあれするみたいな、ちょっと目立たせるみたいな。目立たせる、ちょっと靴箱の手前側に置いておくみたいな。でもマーチンは大丈夫ですよ。そんな焦らなくてもずっと履けるものなんで。なんで捨てずにね、取っておく。売らせない。売らせない。そうだね、それが一番いいと思います。ということで、番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでバディです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、俺マーチン買って1ヶ月で売ったけどね。いやそれはもうマーチンがかわいそうだよ。マーチン重っと思って。でも俺が最近マーチン買った理由が、前持ってたマーチン後輩にあげたの。いやみんなさ同じような。いやあれね、やっぱ場所取んじゃん。そうなんだよね。そうわかる。場所取るからね。そうなんだよね。俺2回やってるからね。マーチンかっこいいな、俺も似合うかなと思って初代マーチン多分半年ぐらいで売ってでやっぱマーチンかっこよさそうだなってその 5,6 年後に買って、いや重いって言って買うってでもやっぱ履きたくなんだよねあれ。ちょっとそうだよね、こればっかりはでもその人それぞれのライフスタイルがあるからあるからね、だからちょっとしか歩かないみたいな日とかでは履いていいと思う、そうだね。ということで、我々スパイアからも何点か情報がございます。現在ドラマ問題物件主題歌のバディが各種音楽配信サービスにて配信中です。この曲を引っ提げて今年5月から7都市での全国ツアースパイアツアー2025バディの開催が決定しております。福岡公演は5月17日土曜ゼップ福岡です。そして再来週3月15日土曜スパイアのバサラカ生放送でお送りします。イエーイ。俺の誕生日だなこれは。いいですね。じゃあ40歳初声はバサラカ。福岡の多分喫煙所でしょうね。12時頃ね。そう12時頃多分打ち合わせ前から打ち合わせ終わったとか。そうだね。喫煙所で迎えてるんだから。じゃあこの日はねケンタバースデー会ということで、番組実況とかも皆さん盛り上げてください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応しておりますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。